1番目はかき方のところ、チヌとシャコと芝エビいつも通りでしたのでカットになると思います。こんなところにもシャコが肩にカメラ動いてませんでした。結構いいんじゃないかと。車駅、カニが素晴らしいですね。カニもう1枚見るはずなんですが見当たらない。カニは4つでした。少ない。石金サイズ。これも石金サイズ。ちっちゃいのばっかり。のところは重い。よいしょ。重い、これは。もう一枚。これは寄るのが大変そうですね。軽くなすぎた。でもまあナイス。ボーナスタイムですんで、ただちょっとボーナスタイムがですね、潮返し満潮の5時間前です。今日は干潮から満潮の時間が長いんで、今からフグのとこ行ってみたいと思います。まだ10分だけ漕ぎました。食い破られるといけないんで、もう巻きます。フグのいるとこなんで一応もう10分であげました。食いちぎられたらいけんので。いやー、食いちぎられてる。よかった、10分であげて。うわ、マジか。これはその代わり網はもうボロボロっすね。やばい、もう穴だらけっす。直せるんでしょうか、これ。このボーナスタイムに直すの？いやー、豪雨以来ですね、本当に。すごい。よし。めちゃくちゃすごい。10分でこれはえぐい。白やな。白ですね。全部白じゃないかな。もうメス来た後に来てるんでしょうね。白ですね。あ、これも白。
何匹 ?12345 6匹。 YouTube 動画で豪雨の後に6匹一番やりましたけど、それ以来の6匹、しかも10分。過去最高は5分で8匹がありますね。その時カメラ持って行ってなかったんですよね。いや、えぐい。どっちにしてもこれはすごい。今日はあんまりいまいちだったんですけど、一発で逆転しました。まあでも服見れてよかったです。もう一回行ってみましょう。雨を直すのに15分かかりました。もうおらんでしょうけど行ってみます。破られとるな。おるんでしょうか。穴は開いてますね。穴開いてることはおるんでしょう。激しいような。今は名古屋のおったおりました。今日はなんと2番連続。あ、これはいいですね。白だし、よいしょ。音してるし、連チャン。今日は連チャン来ました。ナイス。で、今年のはでかいですね。全部サイズがいい。2番連続今日は来ました。ナイス。もう一回行ってみます。網直して。ちょっとさっきの網も今の網もとんでもない大穴開いてたんで、まあ適当にハトで直しましたけど、これフグ何匹か逃げてますね。もう最初の網もしかしたら1番8匹じゃったかもしれませんし、2番目も1番4匹じゃったかもしれません。明らかに逃げてる。穴が大きかった。危ない。網直してたら背に乗り上げおった。危ない。もうさすがになさそうです。急にチムになりましたね。チム取れてなかった。ちょっと嬉しい。これはもう狙ってもダメでしょう。穴も開いてないんで逃げてる感じもない。もう多分狙ってもいないと思いますんで、最後チヌ取って帰りたいと思います。チヌのところへちょっと行ってみます。移動途中なんですけど、とんでもないことに。でっかっ。こんなでかいのがおったんですね。でもしかも新しいじゃないですかこれ。一度食べてみたい。ただ西がすごい。最後雨風ですね。これは嬉しい。うわ、納豆負け。でかいっすかね。この間のマダイぐらいのやつはこっちの方がいいんじゃないかな、下手すると。最後は本降りになりまして、でも一日持ってよかったです。はい、最高までですね。
りたいと思います。おまけナイスでした。これまたおまけ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。本降りですね。ずっと降ってますね。でもなんとか一日持ってくれてよかったです。はい。今日はちょっと残念ながら、はい。チヌが85キロしかおりません。あら、今この辺にいらんかったか。非常に残念ですが、100キロ目指したんですけど、最後ダメでした。最初がちょっとうろうろしすぎて、チヌ取れんかった。ただ西が多めです。あら、大きいが。この間の倍ぐらいおると思う。相変わらずチャコ飛び。チャコチャコいった。つぶ貝。つぶ貝。あけ貝。深いらぎ貝です。でちょっとがメカブじゃないわ。わかめ。わかめの茎のおやつを作りたいわけでわかめ拾いました。はい。カニはこれだけ。あら、はい。減ってきたのか、それともただのまた塩でおるんか。石がねで。石が多めやっぱり。他に持ってくる。そしてこちらもエースじゃないけど、そこそこ準エースみたいな。今日は西貝の横頑張ったけん、飯坂多めです。こちらもいつものもんですけど、ニベが見えだした。ニベが見え始めるのが遅い。例年ならもっと早いけどね、なかなかいい形です。今日は網がボロボロです。あれまあ、ということはもう直すのが大変だったんじゃない。なかなかすごいです。何匹 ?1、2、3、これが5、6、8匹。一番6匹入ったんです。すごいな。すごい。結局チヌ取るらんのがこれを追い求めて。なるほど。確かにこっちの方が。何も取れんかってでも追い求めようたら。今追ってよかったです。はい。まあということで、以上でした。お疲れ様でした。お疲れ様。皆さん今日もハードワーク。敬礼お疲れ様でした。今日のおすすめしてくださったお酒はこちらです。これなんて読むと思いますか？帯杉です。読めるか？これはさすがに読めない。地名かな？地名？ああ、かもしれんな。あ、地名なんかな。あ、説明はもうちゃんと裏に書いてくださってるんで、これはちょっと調べなくても良さそうです。うわ、すっげえうまそう。これはですね、実はね、20% のやつをおすすめされたんですが、一度原酒、この御嶽、これもね、原酒じゃない方をおすすめしてくださったんですが、この原酒飲んだ時にね、自分ちょっと原酒ってうまいなと思っちゃったんで、こちらもね、20% じゃなく 38% の原酒の方を買ってみました。なんかもう、よくわかりませんけど、自分はアルコール度数高い方が美味しく感じるんですよね。半分に薄めたら20にってわけにはいかないですかね。では説明読んでみましょう。日本で初めて減圧蒸留 100% の芋焼酎として発売された宋帯杉。蒸留を一滴の水も加えない原酒は帯杉の特徴である爽やかさと濃厚で濃密なコクのある味わい、素晴らしい珠玉の一品です。あ、ストレートで？マジで？まあでもロックもおすすめだそうなんで、ロックでいただきたいと思います。2326円。お得じゃないですか。原酒で2326円。素晴らしい。ただ自分は送料も行ったんで、多分3000円ちょっとだったと思います。25度とか20度もありますね、やっぱり。では、いただきたいと思います。ちょっとこれは楽しみですね。ベロベロになるかもしれません。あ、芋焼酎の香り。爽やかって書いてましたけど、爽やか系ですが、原酒だからか、ちょっと濃い爽やかをギュッとした感じの、あまり濃くするとやっぱ臭みが出ると思うんですけど、ちょっと出てる感じ。でも全然臭い系ではないです。もう爽やか系ですね。いただきます。ガツンときて爽やか。珍しいタイプです。濃いなぁ。もうアルコールが濃いというか味わいも濃いですね。ちょっと御嶽原酒もいってみましょうか。かなり美味しそうですけど、いただきます。もう飲み比べるとはっきりこっちの方が爽やかですね。御嶽の方がでもちょっと甘い感じがあります。
うん、もうすごい爽やか、こっちはもう比べると。ただもう好き好きなんで好みですね。こっちの方が甘さがちょっとあるんで、これは五分。自分の好みはもうほぼ五分。爽やか系好きなんですけど、甘い系も好きなんで、どっちも好きですね。これはとても面白い飲み比べでした。今回の撮影時にワカメを拾ってきたシーンがあると思うんですけど、最後の港に帰ってからのシーンですが、国産茎わかめ梅かつお、これをね2人で食べたらめっちゃうまかったんですよね。で飯島ママさんが作ってみたいって言ってくれたんで、実はわかめ拾ってきたんです。それがこちら。これ梅かつおで作ったん、飯島ママさんが茎わかめ作りました。食べ比べ。食べ比べんと意味ないよな。どっちから行った方がええんや。こっちを先に食べてからこっちを食べろと。今日ハマりするぐらいうまい。これほんまに酒にめちゃめちゃ合うし。飯島ママさんが作ってくれたやつ、取ってきた日から2日つけたものです。いただきます。余裕でこっちの方がうまい。レベチ。染み込み用はこっちの方が多分長くつけとんじゃろうな。多分な、1週間か2週間か1ヶ月か知らんけど、染み込み用はこっちの方がいいけど、わかめの新鮮さがもうレベチ。コリコリ感とか歯ごたえがもう全然。こっちの方がなんか乾燥させとる感じがするもんな。乾燥さ、まあ確かに水気ないもんな。まあでも高専と商品ならんのだろ、水気あったらな。これはこれで味がめちゃくちゃ染みてってめっちゃうまい。驚くぐらいに美味しい。味付けは似てますか？味付けはもうほぼ同じですね。ちょっと飯島ママさんの方が薄く感じるんは味付けが染みてないけんじゃろまだな。これ1週間かぐらい寝かせばもっと。でもやっぱりわかめの鮮度が違いすぎて、わかめそのものがこっちの方が美味しいもんな。これもめちゃくちゃ美味しいですけど、本当にめちゃくちゃ美味しいですけど、もうこれ食べるとちょっと食べれんかなぐらいの差はあります。めちゃくちゃおつまみ、酒の魚です本当に。でこちらがこっちの副産物でできためかぶです。六角うま。いただきます。これ味付けは？味付けてないよね。味付けてない。このまま食べるだけ？いや、ぬるぬるやん。ご飯にかけて食べたら美味しいかな。卵かけご飯の中にいける？ぬるぬるになる納豆みたいな感じでいくってこと？そう。昔の納豆の食べ方みたいな。どうでしょう。やってみましょう。ほなめかぶで卵かけご飯で醤油？紅茶漬け？めんつゆ？かな。卵で？まあやってみちゃもうチャットが言うならやってみましょうか。めかぶをめかぶをここに上に側にこういきましょうか。いやまあどこでもいい。で黄身をパカッと入れて。何でいく？めんつゆ？めんつゆとご飯合う？ちょっと半信半疑ですけど。はい、いきます。こっそりめんつゆをジャーッとかけて、これでもう確かに美味しそうは美味しそうかな。もうめんつゆに出汁が入っとるけん出汁はいらんか。でもこれはちょっとどうでしょう。なんか怪しいな。ちょっともう持てないね。しゃぶしゃぶっといただきます。うまっ。自分はありです。ただなしの人もいるでしょう、おそらく。俺はもう味的にも食感的にも全然ありです。全然いけます。本当もっとめんつゆがあってもいいかも。ちょっと醤油でいかさせてみてください。はい、どうぞ。コクのある醤油の方がいいわな。でもこれ頼島醤油はね、あんまりコクがあんまりないんですよね。その代わりになんかこうあっさり甘めな感じです。いただきます。どっちがいい？めんつゆの方がいい。めんつゆの方がいい。本当に醤油だとちょっとだし味が足らん。これこのままなんかめかぶ置いてだし汁でも良さそうだけど。そうやな、同じだな。めんつゆだったら。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これはなかなかだし汁に梅干しといたやつにわかめのしゃぶしゃぶをいくのと、あれちょっとほんとびっくりしたけど美味しかったもんな。これも結構意外な角度からなんかついてきた感じの美味しさあります。うまっ。